はいどうも、キスケです。今回は限定 S ランクキャラクター、シンクとイロヒ、ザンゴとリンコ。一体誰を引くべきなのか解説、予想をしていこうと思います。シンクはすでに実装されていますし、イロヒの性能はボードゲーム9百九十九夜である程度わかります。次に実装するザンゴとリンコに関しては完全に予想になりますからご了承ください。皆さんが思うザンゴとリンコの性能予想などがあればコメント欄で教えてくださいね。それでは行きましょう。それではシンクの性能を簡単におさらいしていきましょう。通常攻撃は最大5段、敵に光のダメージを与え反逆の投資をチャージします。この反逆の投資というのは EX レール集結のことですね。名前が変わっただけです。そしてシンクの通常攻撃には派生攻撃が存在していて、通常攻撃の3段目、4段目、5段目いずれかで通常攻撃ボタンを長押しすると派生攻撃が発動します。この派生攻撃後は通常攻撃の4段目につながります。ちなみにこの派生攻撃は使いどころがありません。通常攻撃を連打した時と派生攻撃を織り交ぜた時の総ダメージはほぼ変わりませんし、反逆の投手のチャージ率もほぼ変わりません。なので意識する必要はありません。バイレールスキルはシンプルな攻撃スキル。敵に光のダメージを与え反逆の投手をチャージします。特徴としてはクールタイムが3秒しかないということ。なので使い方としては通常攻撃、バイレールスキル、通常攻撃、バイレールスキルとテンポよくコンボに差し込んでいくのがいいと思います。そして EX レール集結。通常攻撃やバイレールスキルで貯めた反逆の投資を全て消費し、シンクは13秒間の暴走形態に変身します。この状態中のシンクは全てのスキルが強化され、怒涛の攻撃で敵を殲滅できます。重要なのが暴走形態中にどれだけ強化バイレールスキルを発動できるか、これです。強化バイレールスキルのゲージに関しては通常攻撃をヒットさせることでチャージされていくんですけど、これだけだと暴走形態中に2回ほどしか発動できません。ではどうやって効率よくチャージするのか。これは異能連環の重蓄を発生することです。延滞中の敵に創生化のダメージが入ると重蓄が発生するんですけど、暴走形態中に重蓄が発生するとその度にゲージが回復します。とんでもない勢いでゲージが溜まっているのが分かりますかね。これを活用することで暴走形態中に5回ほど強化バイレールスキルを発動できて、最高効率でダメージを与えることができます。シンクで暴走形態を発動するときは重蓄を織り交ぜて発動するのが重要。これだけは覚えておきましょう。キャラ特性も重要なので見ていきます。シンクのキャラ特性は2秒以上攻撃しないと見切り流眼モードに移行します。体力バーの上にあるこちらが見切り流眼モードの固有ゲージです。この状態では1秒ごとに1スタック、極限回避で1スタック溜まっていきます。そしてこのスタックが溜まった状態で攻撃するとスタック1つにつき 100% 分の追加ダメージを与え、さらに反逆の投資と連関値を獲得できます。無凸状態だと攻撃しない時間が最大8秒続きますし、控えに戻ったら解除されますし、少し使いづらいんですが、戦闘開始前に貯めておいたり普段の雑魚狩りには役立ちます。覚醒3を解放すると控えにいてもたまるようになるんで、見切り流眼モードを有効活用したい人は1凸を目指しましょう。続いてイロヒの性能解説。イロヒは霊異能キャラクターでヒーラー兼バッファーとして実装されます。幸いにも9百九十九夜で簡単な性能が見れるんで見ていきましょう。あくまでも正式実装前での性能になります。実装時には変更されている場合がございますのでご注意ください。まずイロヒを使う上で大事なのが白チュームというゲージです。体力バーの上にあるこれですよね。これは通常攻撃やバイレールスキル、サポートスキルと
あらゆる行動でチャージすることができます。で、このハクチュームは通常攻撃の長押し、バイレールスキルの長押し、EX レール集結で使用します。通常攻撃で使用するとチャージ攻撃が発動し、通常より多くダメージを与えることができます。バイレールスキルで使用すると味方3体をトランス状態にします。このトランス状態というのは味方を羊に変えて援護射撃させる状態です。この状態の味方は無敵状態になります。ただこのトランス状態に関しては現状戦闘が終了した時と EX レール集結の発動状態中の一定時間しか解除する方法がありません。一度トランス状態にするとほぼイロヒ短期で戦うことになるということです。これちょっと不便ですよね。9九十九夜でもほとんど使わなかったです。なので正式実装された時にもう少し元に戻す方法というのを追加してほしいところです。続いて EX レール集結。ハクチュームが一定数溜まっていない状態で EX レール集結を発動すると夢の世界の扉が開き、チーム全員の HP を持続的に治療します。ハクチュームが一定数溜まっている状態で EX レール集結を発動すると夢の世界の扉を開き、チーム全員の HP を持続的に回復。さらに夢の世界が開いている間、敵に持続ダメージを与えます。この期間中にトランス状態のキャラのアイコンを長押しすると、そのキャラを一定時間復活させ、一定量の HP を回復します。基本的にはハクチュームを溜めた状態で発動するのが大前提のスキルですね。ハクチュームは通常攻撃の長押し、バイレールスキルの長押しで使用できるんですけど、EX レール集結で消費するのが一番いいのかなと思います。それでは気になるサポート性能を見ていきましょう。まずはバイレールスキルの単押し。チーム全員を治療し、さらにイロヒの攻撃力に基づいた攻撃力バフ、そして敵を近くに引き寄せます。 HP 回復、攻撃力バフ、襲撃と便利な能力がバイレールスキルに詰まっていますよね。どれだけの数値をバフしてくれるかは分かりませんが、さすがに強いと思います。注意点としては、長押しでバイレールスキルを発動しないことです。仲間が羊になってしまいます。そしてサポートスキル。サポートスキルを発動するとチーム全員を治療できます。連関値を貯めればイロヒを出すだけで HP 回復できるということです。そしてパッシブスキル。イロヒが治療を行うとき、追加でチーム全員に敵の防御力を一定時間無視する効果を付与します。これまた強い能力です。イロヒは HP 回復をバイレールスキル、EX レール集結、サポートスキルで可能なんで、ほぼバフを切らすことなく戦えます。もう一つのパッシブスキルは異能連関の創生を強化。創生が発動してから3秒後、再度創生種を1つ生成することができます。これまた強そうな能力ですよね。シンクとも創生パーティーとも相性が良さそうです。最後はイロヒがチームに編成されているとき、味方が戦闘不能になると強制的にトランス状態にします。戦闘不能になった味方を EX レール集結で叩き起こすことができるということですよね。999夜で見れるシンクの性能も現在実装されているシンクとほぼ変わりませんし、イロヒもほぼ変わらないんじゃないかなとは思ってます。バイレールスキルでお手軽回復、攻撃力バフ、襲撃、防御力無視と、それだけでイロヒの強さがわかります。続いてバージョン 1.3 で追加されそうな残光の性能予想。現状判明しているのは S ランクキャラクターというのと呪い異能だということ。現状 NTE に実装されている呪い異能キャラクターはサキリ、バイザン、アドレーの3体で、メインアタッカー1体、サポーター2体とサブアタッカーだけ実装されてません。順当に予想するなら残光はサブアタッカーなんですけど、個人的にはメインアタッカーじゃねと思ってます。
バイザンには申し訳ないけどね。やはりメインストーリーで鑑定士と戦っている場面とか、使っている刀とかビジュアルとか、もろもろ込みでメインアタッカーなのではと思ってます。で、性能の予想になるんですけど、異能連環の濁念を強化するキャラクターかなと思ってます。濁念というのは呪い異能と闇異能キャラクターで発動できるんですけど、ダフォディールと相性が良かったら嬉しいなという理由から濁念強化ですね。たまたまなのか狙ってなのか、ダフォディールと属性が隣り合ってますし、ここは外さないだろうという予想です。個人的にゴリゴリの前衛で戦ってるザンゴが見たいという願望もあります。続いてリンコの性能予想。現状判明しているのは S ランクキャラクターというのと霊異能だということ。現状 NTE に実装されている霊異能キャラクターはナナリ、ジョエン、ミント、そして次に実装するイロヒで、メインアタッカー2体、サブアタッカー1体、サポーター1体とバランスよく実装されてます。なのでリンコがどんな役割で実装されるのか予想するのがちょっと難しいんですけど、なんとなくサブアタッカーかなと見てます。理由としては、メインアタッカーとサポーターに関しては限定キャラクターが実装されていて、サブアタッカーは工場キャラクターなんですよね。かぶせやすいのはジョエンかなと。それとリンコのキャラクター的に幽霊をうまく使って戦っていくと思うんですよね。僕がイメージしてるのは、幽霊だけフィールドに残してリンコは控えに戻る。リンコが控えに戻っても幽霊が表でダメージを出し続けるみたいな、裏にいながらも火力を出せるサブアタッカーのイメージがあるんですよね。なのでサブアタッカーかな。さすがにイロヒと役割をかぶせることはないでしょうから、以上のことからサブアタッカーだと思ってます。ここからは引くべき優先度を予想していくんですが、先ほどまで解説していた性能が全て当たっていた場合の優先度になります。残光がメインアタッカー、リンコがサブアタッカーというのを踏まえて紹介します。話半分で聞いていただけると幸いです。ちなみにシンクは1凸で使用感が変わるんで、1凸シンクも優先度に組み込んでいきます。ではこちら、一番優先度が高いのはイロヒ、時点で残光、時点で1凸シンク、時点でシンク、時点でリンコですかね。まず最優先のイロヒに関してなんですけど、バイレールスキルを発動するだけで攻撃力バフ、HP 回復、防御力無視と手軽にサポートできるのが強すぎるよね。バイレールスキルを長押しして味方をトランス状態にするというのは現段階だと使いづらいんですけど、それは使わなければいいんでね。他にもサポートスキルを発動するだけで HP 回復できるんで、防御力無視のバフを簡単に付与できたりします。白チュームが溜まった時の EX レール集結も範囲ダメージを持続的に与えてくれますから、ダメージ稼ぎ、バフ、回復と一人でやれることが多すぎるよね。さらに言うとパッシブスキルの創生強化ですよね。創生発動から3秒後に創生種のコピーを生成できますから、創生パーティーでもシンクパーティーでも活躍します。初の限定サポーターなんで引きましょう。次の残光に関しては初の呪い異能で限定キャラということで希少性が高いです。メインアタッカーならダフォディール、ハニアでパーツは揃ってますからね。もしかしたら呪い異能と霊異能で戦う複門パーティーで戦うのが最適かもしれないんですけど、それはそれで今までにない編成で貴重ですよね。ですっごいメタ的な予想をするんですけど、嫌いな人もいるかもしれないけどね、和服で刀を使うキャラが弱かったことあります僕もいろんなアニメ調ゲームをやってますけど、もう和服と刀って一種のぶっ壊れサインと言いますか、だから多分残光も強いでしょう。時点のシンクに関してはイロヒ込みで引くのがいいかなと思います。7里を持っていれば一概にはそうとは言えないんですけど、
ただ、イロヒのパッシブスキルが何度も調整されているというのを見ると、運営的にもイロヒとシンクはセットで使ってねってことだと思うんですよね。なので、シンクを引く人、引いた人はイロヒも引いちゃいましょう。リンコに関しては、順当に創生強化なら優先度は低めかなと思います。というのも、創生はもう十分すぎるほどパーツが揃ってます。ナナリ、ホトリ、ジョエン、イロヒ、もう全員創生強化ですから。ただ、もしリンコが呪いノート発動する複門強化なら話が変わってきます。残光と相性がいい場合はセットで引く必要があるんで注意しましょう。いかがだったでしょうか。今回はシンクとイロヒ、残光とリンコ、誰を引くべきか予想してみました。まあビジュアルで引くのがいいとは思いますけど、やっぱ最低限の性能は欲しいですからね。そう考えると、いろんな編成に採用できそうなイロヒは優先度が高くなります。皆さんは今回紹介したキャラクター、誰を引くべきだと思いますか？よければコメント欄で教えてください。このチャンネルではこれからも NTE に関する動画を上げていきます。この動画が良かったなと思った方は高評価で応援、チャンネル登録していただけると嬉しいです。最後までご視聴ありがとうございました。さよなら。